喋ってる間に食べようとしてる全部。ちょっと全部食べてるでしょ、一人で。全然それじゃないよ。ベイビー何やってんの？もう待ってる。今どこにいる？お家。どこの？東京。日本に帰ってきた？来ました。一時帰国しちゃったー。イエーイ。今日もずんだ買って食べたい。これね、ずんだあるんだけど、どのぐらいぶり？ 1年ぶり。1年ぶりの帰国日本。1年ぶりずんだ食べる。一年ぶりにずんだ食べる？じゃあ食べよっか。せーの。シェンテクリスです。日本に来たね、ベイビー。どう？もう着いた瞬間からおでん食べれてすごい嬉しかったんだけど。めちゃくちゃ楽しい。超嬉しい。毎日美味しい食べ物食べてるじゃない？もう日本は本当美味しい食べ物ありすぎてやばい。もうとりあえず速攻ずんだ餅っていうことで、そう仙台ね行ってきたんだよね。昨日ばあちゃん会いに行った。はい。何歳だった？誰が？なんか飛んだよ。すごい来た。こんなにするんだね、ベイビー。バリバシ。で、おばあちゃん何歳だった？おばあちゃんの60じゃなくて96歳。元気だったね。めちゃくちゃ元気もピチピチしてて問題ないと思ってて、2人より早いし、何が？歩くのは丁寧に歩いてるよね。でもね、早いだけどエレガントしなきゃいけない。エレガント、いい言い方ですね。すごいね、ベイビー。だからすっごいと思った。おばあちゃんもすごい素敵な方。本当ありがとう。おばあちゃんすごいね、喜んでたし、私がね、本当にね、なんていうのかな、カルチャーショックっていう、ちょっとカルチャーショックについて言おうか。喋ってる間に食べようとしてる全部。私のね、カルチャーショックなんだけど、ベイビーがね、おばあちゃんにめっちゃ優しく話していて、すごいカルチャーショックだった。例えば私がお手洗い行くじゃん。で、96歳のおばあちゃんなの。で、仙台だからのちょっと田舎なので、いや、喋ってることもちょっと方言とかがあって分かりにくいよね、日本語ね。で、しかもマスクもしてるから、私でさ、って言ってるんだけど、私が通り行ってる時にベイビーすんごい前向きにおばあちゃんに話してくれたりとか、話聞いてくれたりとかした姿だけ見て、すっごいカルチャーショックで、より大好き。もう大好き。本当におばあちゃんすごい素敵と思って、もう本当に好き、おばあちゃんのこと。本当ありがとう、ベイビー。おばあちゃん本当すごいね、いい思い出だったと思う、ベイビーだって。嬉しいよね。いろんなこと聞いてるし、聞きたいし、どうやってそういう素敵な人生ができる秘密聞きました。なんでおばあちゃん聞いたの？96歳じゃない？とめちゃくちゃ元気だし、すごい綺麗な人生あったし、まだ綺麗な人生してるし、だからすごいいろいろ聞きたいかなと思ってて。そっか。そう。最後にバイバイする時もね、ずっとベイビーにハグしてくれて、おばあちゃんこうやってすんごいおばあちゃん喜んでた。そう、初めておばあちゃん泣いた姿見たよね。僕も初めて。多分ね、あんまり外出れないよね。そうね、なんかね、もう20年もかかったらフランスに行きたいのにって言ってくれて、それだけですごい嬉しかったね。おばあちゃんすごいオープンマインドみたいな。じゃあもう行きたいし、アンドーラも行きたいって。多分ね、わかんないけど山に住んでるのかなみたいなところ。山に行きたいって。お母さんの母なんだけど、私のお母さんよりオープンマインドだった。だってすぐに分かって行きたいとか、私お母さん来て来てって言っても嫌だって言われるから。20歳は確認したら 76？ そう、76。じゃあお母様だ76まで。全然行ってないからまでいけるんじゃない？いける言ってるよ。いつも口説いてるんだけど、なかなかしぶとくて、やつはこれ見てないことを祈るけど送りますリンク。ベイビー、ついによもぎ餅、ついにずんだ餅、どうですか？食べる？食べてベイビーね。これだけ食べた。ひどくない？餅は餅、ずんだ餅って餅がメインだからね。めちゃくちゃ美味しい。あんこ嫌いなのにね、これは大丈夫なんだね。面白いよね。ずんだ大好き。もう毎日食べたい。そんなカルチャーショックがあったんだけど、逆に私、逆カルチャーショックとかある？私日本に帰ってきた1年ぶりじゃん。日本に住んでる時は全然気づかないんだけど、やっぱりどこ行っても比べ物にならないぐらい綺麗だよね。
それそうだね。もう本当に綺麗。住んでると分かんないと思う。そうね。住んでると感謝しないよね、そういうこと。そうでもこんなに丁寧に綺麗にメンテナンスする国ないよね。しかもさ、国自体ちっちゃいじゃん。だけど日本人って私たちってさ、めちゃくちゃ人数多いわけよ。混乱がそんなんないじゃん。もうね、いいみんな一歩日本出たら混乱だらけだからね。世界はどこ行っても混乱だらけ。まあ行く国によるよね。ちょっと似てるような国だったらあれだけど、なかなかないもんね。どっちかっていうとそういった国の方が全然ないよ。どっか行ったらもうない。とりあえず臭いし、トイレ汚いし。汚いし、なんか髪流しちゃいけないし、とりあえずみんな混乱状態でストレスな顔してるし、そう思ったら、こんなに人数いるのになんて優しい人たちなのっていうのがいっぱいいるじゃない。そう、日本来るとそうもうなんかエールフランスのファーストクラスですかっていう、ね、逆カルチャーショックですよ。本当にみんなすごい優しいよね、と思っちゃう。もうね、これはね、やっぱね、日本人として私誇り高いことっていう、なんていうのね、誇り高いところで自慢したくなるところで、めちゃくちゃ素晴らしい。そうみんな感謝してますか？感謝してる？あんた日本人のあなた、もしね海外に住んでいる外国の方であればぜひ日本来てみて、超すごい面白い。あとね、今円安じゃん。何でも安いです。逆カルチャーショックといえば、やっぱ向こうが基盤になっちゃうと全てが安く感じちゃうの。逆に向こう行った時行くと全てが高く感じるよね。そうね、それはかわいそう。なので外国に住んでる皆さんはぜひ日本に来て良さを知っていろいろ食べても本当お安いですっていうところかな。あとさ、どこ行っても食べ物が売ってていつでも食べられるし美味しいし、本当に何でも美味しい。日本はもうどこでも安全に美味しくて食べれる。そうまずいところないよね。ない。まあ何かあったらコンビニ行けばいいじゃん。コンビニでも美味しいよね。フランスでいうとパン屋さんみたいな感じでどこでもあるから。そうだけど、ヨーロッパでいろんなところをここ美味しい、ここまずいと。どこが？ヨーロッパ。まずいところ多いの方が多いよね。これはクリスの判断で。はい。そう、まずいところ多くて、だから行く場所結構少ない。美味しいです。日本は逆にもうどこでも行っても美味しい。ああ、そういうことか。確かにある。お気をつけください、海外行ったら。ベイビー今ね、ずんだ餅食べてるけど、やっぱ今ね滞在してるところの近くにね回転寿司があるんだよね。そこ食べ行きたい。すぐ行かない？あそこに何食べてるいつもベイビー。大体当ててあげる。中トロ、エビ、サーモンにかけたマヨネーズ、それぐらいかな。あとはなんかね、揚げナスとかガリ、生姜ね。それね、美味しい。味噌汁の魚入ってないの。魚入ってないやつ食べる。ちっちゃいのとか。しじみ。これ何にいいんだっけ？かわいい。すごくない？ベイビーね、よく覚えてる。あとは卵たまに食べる。卵だ。だから寿司って本当に魚っていうのを食べるって言ったらサーモン、エビ、そうね、茹でたエビね、生じゃなくてね。あと中トロ。この3つだけだね。最近中トロ好きになった。最近ね、好きになったので、それを食べたいなって感じ。だからすごい自信持って中トロいつも頼んでる。中トロください。それだけちょっと日本人っぽいじゃない？それ以外はもう全部の外人の寿司みたいな。とりあえずマヨネーズ付き。最近ね、そこまでもう全部マヨネーズ付きじゃないよね。ちょっと全部食べたでしょ、一人で。一人じゃない。一人で食べてるでしょ？全然一人じゃないよ。ちょっとそのさ、割り箸のさ、すごくない？みんなこの粉々状態ですよ。割り箸見せてごらん。ほらー。ベイビー、もう取らないでください。もうみんなすごい嫌いになっちゃうね。ベイビー。何？ You は全然気づいてないと思うけど、日本のクオリティ。どういうこと？日本のクオリティすごい高いじゃない？何でもクオリティが高い。そうなの？例えば？まずサービスじゃない？どこも行ってもすごい5スターサービスもらってるじゃない？ 5つ星？そう。だけど全然比べないくらいじゃない？フランスと。本当？例えば普通の寿司屋さんに行っても、すごいもうどうぞウェルカムってなってるじゃない？フランスは自分で行ってもう座ってお願いしますって。お願いします。何回言ったらお願いします。これください。お願いしますって言わないと。何回言っても来ない。確かに。そうそう思うとすごい。違うよベイビー。そうだね。
それさ、そう、サービスじゃないサービスだけじゃなくて、もう何でもすごいクオリティがいい。このずんだもすごい美味しくない？このずんだもうそう食べられちゃったけど食べたよね。食べた一個食べてない食べ食べてない。なんかあるの他に？それだけ嘘でしょ？あるの？は？ベイビーある？ベイビーいつもさ、日本これいいよね、あれいいよねって向こうにさ住んでる時いつも日本と比べてさ、もう日本の良さをずっと語ってんじゃん、車の中で。そう、サービスじゃない？サービスだけじゃないよ、もうサービスしか言ってないけど。マネジメント、それもいい。どういうこと？ちゃんと仕事してる、ちゃんと仕事してる、ちゃんと仕事してるじゃなくて仕事してるちゃんとタイムマネジメントしてる。だから9時から10時までなんとかします、10時からなんと12時までなんとかなんとかなるじゃない、だからすごいタイムマネジメントしてる。本当？しない？してるかもね。それベイビーでもしてる。もう血液の中に入っちゃってる。もう入ってる。入っちゃってるよ。で血液の中入っちゃってるからね、向こうに住んでてイライラするんだよね。わかる。でイライラするじゃん。しまいにさ、話さないと分かってくれないから話すじゃん、みんなに。そうすると何言ってるか分かってくれないんだよね。分かってくれない。全然分かってくれないよね。だから血は違うじゃない？何が違う？違う。もちろん日本人同士も血は違うけど。そうでも特にフランス人と日本人は血は全然違う。でもベイビー、日本とフランス人結構似てるって言われる時あるんだよ。なくない？私もね、いつもねそういうこと言われた時に全然違うと思う。両方食べ物好きぐらい似てる。他には？ないよ。一つのことに対して集中的に深く学ぶ真面目っていうか、どっぺり入っちゃうところあったりするじゃん。ちょっとオタクみたいな感じ。ああいうところね、結構ちょっと似てるかもね。ちょっとある。似てる。そうね。でも例えばタイムマネジメントはもう反対ってなってるじゃない？反対だね。サービスも反対し。反対。日本は平和。もういつもカオスじゃない？そう。ちょっと考えたくない味の方。おい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 。とんかつ食べたい。とんかつ食べたい？いきなり？ね。ということで今からちょっとね遊びに行きたいと思うけど、やっぱ日本って来たら何かしたいって言ったらやっぱりまず食べ物。ユニクロ。はい、ユニクロのヒートテックを買わないとたくさん。ほらヨーロッパ寒いから上下ソックスともにヒートテックで固めて、で外はちょっとおしゃれにする。ベイビーもベイビーたくさん買ってるんだけど、ベイビー捨てまくってるんだよ。なんかねたくさんありすぎて今ねパリのアパートも箱の中もう全部入れてキープしてるんだけど、いつ使うかどうか、まず使うかどうか確認してるところ。ひどくないですか皆さん？捨てられるからまた買います。キープしてるんだけど、この1年でタッチしなかったらもうアウト？捨てます。そうね。だからベイビーね、もう安心したいから、まずユニクロ行ってヒートテックをたくさん買って、ソックス上下となんかあとなんか買おうベイビー。あとね、木村屋のアンパン。違う、ユニクロで。いらない。木村屋のアンパン買いたい。それも買ったじゃない？はい。もうバレてるじゃんみんなに。もう昨日一昨日たくさん買って全然まだ食べてない。でもめちゃくちゃ美味しかった。僕ねチーズとクリームおすすめにします。めっちゃくちゃもう美味しくて。理由はね、まずねあんこ食べれないからだからね。そう、あんこ好きじゃないけど。じゃ違います。あんこアレルギーあります。たくさん食べると太る。何が？あんこたくさん食べると太る。太ってるって言ってる？言ってないよ。太ってるって言ってるじゃん今。あんこはあまり好きじゃない。でもずんだ大好き。日本で何したいの？紅葉みたい。ユニクロ。ユニクロはあんまり何もしないよね。ベイビーはなんか本当に気づいてないのかな？ドンキでしょ？あなたは。あなたはドンキよ。そう、僕ドンキ大好き。そうだよ。本当にね、暇な時でもちょっと行ってみようかなと思ってる。めっちゃくちゃ面白くない？ドンキがすごい面白くない？ベイブは全然興味ないみたいだけど、興味なくて僕は一人行ってます。昨日もちょっと遅くなったんだけど、ちょっとだけドンキっていいですかと聞いてて、いろいろ見たよね。ドンキ面白いよね。フェイスパックとかトゥースペーストとかもいろいろ。もうやることありすぎます皆さん。なので日本はもうワクワクドキドキで毎日過ごそうと思います。
1ヶ月しかないからもうそうだからもう本当にバーって過ぎちゃうよ。短いよね。もう結構もう短いね、と思ってる。だから日本ね1年2回ぐらい行きたいと思ってる。じゃあ皆さんこの動画がいいなと思いましたらいいねお願いします。はい、お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。せーの、アチュー。あちゅー。